皆さんこんにちは。小松です。今回はご依頼いただいたタグボートを作成していきたいと思います。早速箱開封。108分の1という中途半端なスケールだと汎用エッチングなどもないので頼むぞ、レベル。白目。大味のモールド、引け、バリ、金型ずれ。これはなかったことにできませんかね。無理なので作っていきます。もうランナーがみんな知ってる四角い枠じゃないんよ。船体から製作していきます。あちらこちらに引けがあるので、ラッカーパテで処理します。甲板を組み付けました。船体や甲板はそれほど歪みがなかったのでよかった。いや、そうでもないか。なんでピン跡が甲板表面側に出てるのさ。ここもパテで埋めて修正しときます。パテが固まったら、ヤスリ掛けを行います。表面処理のパテやすり掛け以外に、紐のモールドなど入っていますがなんだかよくわからないレベルなので削り落としてしまいます。処理完了。すっきりしました。船体側面のパーツを組み立てます。このパーツがまたすごくてですね、ちょっと見えにくいんですが、このパテを塗っていっている面に等間隔に引けが出ていました。すべてラッカーパテを塗って修正していきます。パテが乾燥したらひたすらヤスリ掛け。裏面はピンが凸モールドになっているのでここも削り落としておきます。ひとまず船体の表面処理が出来上がりました。これは、この先が思いやられますね。表面処理をしまくったので、サフを拭いて表面の傷や処理漏れを確認しておくことにします。船尾にあるネットのパーツです。ここはバリと型ずれでもはやなんだかわからないことになっているので超音波カッターでカットします。ある程度カッターでカットしたら U ターで残った部分を削り落とします。最後はヤスリで表面処理をしておきます。元パーツのモールドに近い 0.8mm 角のエッチング網で置換します。瞬間接着剤をシャーペンの先につけて流し込み、エッチングハサミでカット。ギリギリまでカットしたら完了です。次は船室と環境を組み立てていきます。一応1決め用のリブが立ってはいるんですが、ガバガバなんよな。接着しつつ、微調整をしてできるだけ歪まないように組み立てます。環境も同様に組み立てます。今気がついたんですが、このキット窓パーツないですね。ちょっとどうするか考えとかないとダメだな。接合部分はラッカーパテを塗って隙間埋めを行います。側面部分のモールドは引けなどが多くいまいちだったのであらかた削り落としてしまいました。アートナイフや平刃のカッターでモールドを削り落とします。削り落としたら、ヤスリ掛けを行って表面をきれいに処理。手すり部分も削り落として改造を施します。後で真鍮線に置換するので、あらかじめモールドに合わせて穴を開けておきました。こうしておけば、表面をヤスリ掛けしてモールドが消えても位置がわかります。削ったモールドは 3D プリンタで作り直して貼り付けます。夜な夜な出力させ、朝収穫の時を迎えます。超音波洗浄。水洗いレジンを使っているので水で洗浄できるのは非常に楽で良いですね。パーツから煙のようなレジンが出なくなるまで数分かけます。さらに二次硬化が完了したら、削り落としたモールド部分に貼り付けます。結局ほとんどのモールドをノギスで測って 3D データ化しました。船室側面にある手すりの再現。3D プリンタで支柱だけを出力しました。見えますかね？ここに 0.5mm の穴が開いていますので真鍮棒を通せるようにしています。これをあらかじめ開けておいた穴に差し込み、瞬着で固定します。
もう片側には真鍮線を差し込んで固定した状態で先ほど差し込んだ支柱とドッキング。先ほど同様に瞬着で固定します。懸念していた窓パーツは、アクリルをレーザー加工機でカットして作成しました。0.5 ミリのアクリル板をカット、後で接着剤で貼り付けます。さて、煙突パーツを作ります。煙突は左右貼り合わせなので流し込み接着剤で接着。煙突のはしごは線が入ってるだけなんですが、さすがに108分の1でこれは目立つなぁと思いディテールアップを施します。モールドを削る前にユーターで根元部分を穴開け。穴を開け終えたら、ヤスリビットでモールドを削り落とします。ここに真鍮線を曲げて作ったはしごパーツを差し込みます。箱絵に合わせて少し浮かせた状態で接着します。煙突側面の丸窓はアクリル板のレーザーカットでは細かすぎるのでアクリル棒を差し込んで窓にします。窓部分の穴を少し広げ、2ミリのアクリル丸棒を差し込みカットしました。カットしたらヤスリで面出し。ヤスリビットで表面をきれいにしておきます。煙突前方についているホーンですが、穴も開いていないのでリューターで開口。これを取り付けてみますが、出来が悪いな。箱絵とも全く違うのでデータを作って出力しました。こういうのがさっと作れるのは 3D プリンタ様々。あらかたの組み立て、ディテールアップができたので塗装に入ります。サフを吹いた船体にまず波間定色を塗装。少し曲面やら凹凸やらが多いマスキングなので、クリープ紙のマスキングテープを使いました。このマスキングってちょっと使うのが難しいです。このマスキングテープが曲面などに馴染みやすいのはテープ自体に細かいシワが入っているためなんですが、これが塗装の時には悪さするんですよね。シワの部分に塗料が入り込んで境界線がギザギザになってしまいます。適度に押し付けてシワを伸ばして貼っていますが、なかなか綺麗に仕上がらないですね。接着力とか曲面追従とかは一番良いのでなんとか使いこなしたいところです。クリープ紙で輪郭をマスキングしたら、広い面は幅の広いテープでマスキングします。最後にマスキングゾルで隙間を覆ってやります。マスキングゾルが乾燥したら2色目を塗装。さらにマスキングをして、ゾル塗って、乾パンを塗装します。乾燥したら、マスキングを剥がします。白いラインが入っているので、転落防止柵は白から立ち上げます。白デカールを細切りして貼るか迷いましたが、ちょっと曲面が多いので塗装にしました。クリープ紙マスキングテープを貼っていきます。塗装します。マスキングを剥がして塗装完了。ディテールアップした線尾の柵も塗装しておきます。塗装した船体パーツを接着。歪みがあちこちに出ているので、マスキングテープで無理やり矯正して接着剤を流し込みます。デカール貼り付けを行います。キットはかなり古いので警戒していましたが、デカールの状態は非常に良いです。キット自体が作られたのはそれほど古くないんでしょうね。金型はめちゃくちゃ古そうですが、いずれにせよデカールが生きているのは嬉しい限り。先ほど塗装した線尾のパーツも取り付けます。甲板上に配置されているボラードは金型がずれて段差がすごかったのでこれも 3D プリンタで作り直しました。
サフを拭いた後、黒で塗装します。これを瞬間接着剤で取り付けます。船を押したりする際船が傷つかないようにする干渉剤、防舷剤を取り付けます。でもちょっとこれは、もうちょっとなんとかならんかったんですかね、レベル3。帆船模型関連のパーツを調べるともっとリアルな防舷剤があったので、これを使うことにします。タコ糸を編み込んだ部品のようですが、なかなかリアルですね。色付けには、ジェルカラーニスを少し水で溶いたものを使いました。できるだけ深みのある茶色にしたかったので使ってみましたがどうやろか。余分は軽く切って乾燥させておきます。乾燥したら、立体感を出すため、油絵の具で墨入れ。どことなく使い込まれた感もあって良いですね。瞬間接着剤で接着して完了です。泉質、環境、煙突部の塗装を進めます。それぞれまずはサフを拭いて表面の傷などをチェック。泉質の内側は黒で塗装して目隠ししておきます。甲板部分から立ち上げます。できるだけマスキングが簡単になるように塗装の順番を決めています。今回は甲板の灰色、デコ部分が白、壁が赤。赤塗装をする壁部分はモールドでいっぱいのため先に赤を拭いてしまうとマスキングが大変。ということで比較的凹凸の少ない甲板部分から塗っていくと塗装が楽です。塗装ができたら、マスキングを剥がします。煙突の塗装です。アクリル棒を差し込んで作成した窓は、クリアを拭いて透明度を増した後2ミリの丸マスキングシートを貼り付けます。サフを拭いた後、黒塗装。箱絵を参考にしつつ、マスキングを行います。帯部分の赤を塗装して塗装完了。マスキングを剥がします。煙突の白いラインはマスキングが面倒や、綺麗に仕上がるので白デカールを短冊に切って貼り付けます。看板や単焦灯など、小物パーツもノギスで現物を測りつつ、ちょっとディテールを増やしてデータを作成しました。出力して塗装します。ノバ 3D のホエール2という 3D プリンターを使用していますが、多少積層ピッチは見えるものの、気になるというほどでもないですね。あまりに目立つようであればサンドブラスターで削り取ろうかと思っていましたがブラストせずに進めたいと思います。パーツを取り付けます。なんだかんだほとんどのパーツを作り直すことになってしまいました。今回作も 3D プリンタで作ってしまいました。キットのパーツは太くてバリだらけで使い物にならず真鍮線のハンダ付けで作ろうと思ったんですがデータ作って出力してみるとできちった。お手軽に何でも作れてしまう機械ですが、依存性がやばいですね。モデラーをダメにする機械筆頭かもしれません。船体のウェザリング工程に入ります。油絵の具をペトロールで溶いて、塗りたくります。タグ棒を取って、ネットの写真を見ると結構新しいものが多くてウェザリングをどこまでやるか悩みました。最後はまあ、結構海水で傷むでしょ、ということで強めに入れることにしましたけどね。一度乾燥させたら、ペトロールのみを筆に含ませて拭います。油絵の具の場合、乾燥すると結構発色が落ち着いてしまうので、強めにウェザリングを残す場合は気持ち残しすぎたかと思うくらいがちょうどいいですね。台座はタグボートのサイズに合わせて額縁をセミオーダー。枠の形は近代っぽいイメージ？
のものを選択してみました。紐掛け用の金具などは使わないので金具を取り外します。中敷きなども使わないので外します。これは何かに使えそうなので取っておこう貧乏症。海ジオラマを作るため、アクリルの枠を組み立てます。アクリル加工屋さんにジオラマサイズにカットしてもらい、単面に45度の C 面を入れてもらいました。これをシリコンシーラーで接着して枠を作ります。一気に樹脂を流し込み、漏れたりすると大変なので少しだけ流し込んで目止めを行います。接着した両線部をコーティングするように樹脂を流します。縁ギリギリまでやりたいところですがうっかりこぼさないよう注意。まあ、やらかしたんですけどね。目止めに流し込んだ樹脂が硬化したら、船体を配置します。固定用に余っていたアクリル板を接着剤で接着。船体を接着剤で固定します。ここに透明樹脂、フローレスレジンを流し込みます。鉱石は透明樹脂なので、スクリューからの泡も表現しておきたい。使ったのは家具などに入っている発泡ポリエチレンです。白くて粒々がボロボロ欠けていく発泡スチロールとは違い、発泡ポリエチレンは泡の集まりのように見えるので再現には最適。これをまだ樹脂が硬化していない段階で線尾にはめ込みます。ちょっと予想以上に浮いてきてしまったので急遽ほとんど使っていなかったハイトゲージに養生テープを貼って押さえジグにしました。樹脂が硬化したら大波小波を使い、割り箸や綿棒で叩くように塗り付けて波を作ります。ちょっと大波小波、今回はギリギリ在庫品を使っていますが、もうほとんど売ってないですね。これはアメリカから直輸入するか、ジェルメディウムに戻すか考えないと。ガラスビーズと大波小波を混ぜたものを爪楊枝で乗せていき、白波を再現します。できたパーツなども一緒に置いてやるとこんな感じ。なかなか可愛い。乗組員を塗装します。塗装は下出るカラーを使い、紙筆で塗っていきます。肌色を塗装した後、作業服を塗装します。下出るコントラストなどで陰影も追加した後、艶消しを吹いて配置します。救命ボートの牽引クレーン、ボートダビットは少しオーバースケールなのですが帆船模型用金属パーツを購入してきました。これを白塗装、ウェザリングしたものを瞬間接着剤で取り付けます。救命ボートを作成します。白塗装をして、油絵の具でウォッシングを行いました。ここからカバーを作成します。カバーはティッシュを適当なサイズに切って、ボンド水で濡らして形に沿わせてやるだけ。エポパテを薄くしてやってみたりしましたが、オーバースケールになりがち。こちらの方が簡単でそれっぽく仕上がるのでおすすめですね。少しシワがあった方が雰囲気出るので、爪楊枝で適宜全体に沿わせて乾燥させます。ティッシュが完全に乾燥したら、アートナイフで余分をカットします。深く切りすぎると塗膜が剥がれてしまうので新しいナイフで力をかけずにカット。ピンセットで取り除きます。下出るカラーでシート部分を筆塗りします。ウェザリング。油絵の具をペトロールで溶いたものを塗りたくり、乾燥したらペトロールで拭います。これをボートダビットの下に配置します。ボートダビットと救命ボートをつなぐワイヤー部分を作ります。これまた帆船模型パーツを物色して買ってきた滑車パーツ。ここにメタルリギングを接着、ボートダビットに取り付けます。付属品をすべて付け終えたら針線を行います。それほど多くはないですが、メタルリギングで箱絵を参考にしながら取り付けます。これで全ての作業は完成。完成写真をご覧ください。
当初依頼を受けた際はもっとサクッと作れると思っていたんですが、結構かかっちゃいましたね。回転させるとナイスボート感がすごいな。